はじめましての方もこんばんは。再び始まったアークナイツのお祭りイベント。危機契約に悩まされて眠れない男ゆちです。はじめに最近動画の投稿が遅くなり申し訳ございませんでした。体を壊し寝込んでおりました。動画投稿が遅くなってしまいましたが、なんとこのチャンネル動画投稿から2周年が経ちました。この動画が3年目の一発目の動画になります。早いものですね。このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモ見ていきましょう。今日作るのは噂の水星の魔女のガンプラ HG ガンダムルブリスです。このプラモとてつもない可動域とプロポーションの両立らしいので楽しみで仕方なかったんですよ。どれほどのものなのか、早速ニッパーを使ってパーツを切り離し組み上げます。組み上げるとこんな感じ。これが噂の新ガンダム。いいね。見れば見るほどプロローグを見逃した自分を恨む。そんな僕の事情よりもこのガンダムの背中についているパーツたちはどうやらビットになるらしく、さらにこいつらを取り外しくっつけると盾にもなったりします。最初っからファンネルやビットを使うガンダムっていうのは珍しいですね。ここからもし追加武装が付けられるのなら何がくっつくのかがワクワクでたまらんですね。そしてこのガンプラプロポーションだけではなく可動域がとても素晴らしい。関節の渋みもちょうどよく大きく動かせ、足なんかはこんな感じの膝蹴り状態ができたりします。足首は前後でロールジョイントになっており独立で動かすことができるのですが、関節が C ジョイントになっているため足首をひねることができません。このプラモの稼働で唯一気になったポイントですね。足首の少し動かしづらさを感じますが、その動かしづらさを感じないほど動かしやすく可動域が広いです。さてここで付け替えパーツを見ていきましょう。エフェクトパーツはライフルのビームとサーベルの2つがあります。手首パーツはなんと握り手1つ。最近のガンプラはよく握り手だけですよね。個人的には開き手とかが欲しいです。武装パーツはサーベル2本とビームライフル、そしてビットたちです。さらに強武装庫は2種類あり、シールを後付けしようとするタイプと最初から塗られているパーツがあります。これは自分好みで選ぶと良いでしょう。いやー、プロポーションも良く可動域も凄まじく、そしてなんといっても組み立てやすい。関節を装甲とサンドイッチするタイプが多かったガンプラですが、このガンダムルブリスは関節の後付けが多かったため関節の仕込み忘れが少なかったです。さて僕なりのレビューは以上。今日はこのガンプラを使って僕の動画の失敗作の一人エクスキューショナーに手と足を生やしてあげようと思います。ちなみにこのエクスキューショナーに何があったのかは過去の動画を見ていただければ嬉しい限りだ。今まで部屋の隅っこで失敗作として飾っていたが、今度こそこいつを完璧な女子に仕上げてやるぜ。それでは改造の方行くぜ。さあまずは足から見ていこう。この足をいつも通り美少女用に縮小したり関節を改造しようと思ったのだが、太ももパーツがルブリスにぴったしすぎて改造の必要がなかった。くっつけた足がこんな感じだ。いい感じだ。だがいつも改造している手前少し寂しい気分ではある。続いてバックパック。バックパックはこのまま使うと大きすぎるため少し小ぶりにしたオリジナルのバックパックを作ります。そのためにまず足関節のところに 2mm のプラ棒を差し込めるほどの穴を開け 2mm のプラ棒を差し込み、さらに元々のバックパックのボールジョイントに 2mm の穴を開け先ほど作ったプラ棒にドッキング。棒の部分しか使わないため関節部分は切り離し、このジョイントを股関節に取り付けます。あとはバックパックの装備を取り付け、少し物足りないのでブースターを追加装備。これでオリジナルバックパックの完成。あとこの腰装備をなんとか腰にマウントしたいので、いらない部分をこのプラノコでカットしていく。マジックで印をつけた部分をこのプラノコでサウザンドナイフ。
切った裏面などには 1mm のプラ板を貼り付け、形を整える。その後、背面の部分に 3mm の穴を開け、3mm のプラ棒を差し込む。ビットをマウントするための関節は、エクスキューショナーの腰と少し干渉してしまうため、ニッパーで少しカットし、ヤスリで表面を整えておき、エクスキューショナーの腰パーツも取り付けの際少し邪魔になってしまうので、程よい大きさにカット。最後にエクスキューショナーの尻に 3mm の穴を開け、2つを融合。出来上がったバックパック腰パーツがこんな感じだぜ。ちょっとアレンジが効いたいい感じのバックパックになりました。腕パーツにはこのエクスキューショナーについてくる武装拡張パーツを使います。そして二の腕周りに使うのはこのルブリスの肩パーツ。マゼンタ色の装甲は取り外し、白装甲の内面をニッパーなどでスッキリさせたら、先ほどの拡張パーツとドッキングします。腕はライブ配信で少し改造をやっていたのですが、全体のプロポーションを見ているとどうも収まりが悪く、どうすればいいのかと考えた挙句、エクスキューショナーの装甲をそのまま使うことにしました。じゃあライブ配信で成果は得られます？いや、そんなことはない。改造があったからここに至ったと信じたい。頭にはルブリスのアンテナを使います。いらない部分をニッパーでカットし、ヤスリで表面を整え、3mm の穴を開けたら 3mm のプラ棒を差し込み、頭部に取り付けます。さて、ここで一度全体を見てみましょう。大体改造したエクスキューショナーがこんな感じ。いい感じにまとまってきましたね。ちなみにエクスキューショナーの左腕はもうないので、アリスで余っていた腕をなんとかやすって代用しております。さあ、ここからはオプションパーツ。エクスキューショナーと言ったら、そう、サーフボード乗りですよね。そのためにエフェクトパーツを作成。0.3mm の透明なプラ板にマジックでなんとなく模様を描き、ハサミで切り出します。そのプラ板をなんとなく火で炙り、形を整えたのがこんな感じ。火を使う作業が最近上手くなってきた気がする。だが油断は禁物だ。火はとても危ないものなので、ちゃんと消火や何かしらの準備をしてから皆さんも作業を行うようにしましょう。これで大体の改造は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、持ち手棒に持たせよく乾燥させたら塗装の方行きますよ。まずはミスタープライマリーサーフェイサーグレイを使ってすべてのパーツに塗り塗装の食いつきを良くさせます。さらに装甲パーツ類にはミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを使って灰色に染め上げる。そして装甲のワンポイントカラーとして剣先などにはエメラルドグリーンとピュアホワイトを混ぜ緑色を塗ります。そしてさらにその上にふわっと蛍光ブルーグリーンを塗り、さらに蛍光イエローグリーンを塗ってふわっとした蛍光イエローグリーンの装甲を作ります。この時についでに作ったエフェクトパーツもイエローグリーンで塗ります。さらにこのエフェクトパーツの毛先には純色シアンを少し塗り、その上にファレフォのグリーンブルーバイオレットを塗ります。これでキラキラしたエフェクトの完成です。次にピュアホワイトとアイスコバルトブルーを混ぜて白装甲を塗ります。さらにこの塗料にニュートラルグレーを少し足し、白装甲の塗り分けをします。そういえば皆さんは水星の魔女のプロローグもう見ましたか？僕は見逃してしまったのでまだこの機体の活躍を知りません。ですがもうすぐネットで配信が始まるそうなので今度こそ見逃さずに見てきます。インナースーツの部分にはアイスコバルトブルー、ローズディープレッド、ピュアブラックを混ぜ赤紫色に塗ります。肌パーツの下地にはサーフェイサーパステルピンクを塗り、その上にノーフレッシュとフレームアームズガールカラー FG03 を混ぜ肌を塗ります。脇や太ももにはレザーブラウンを少し足し陰影をつけます。陰影をつけたパーツが右のパーツだ。少し影がつくだけで一気にパーツの締まりが良くなります。武器パーツ類にはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを使って全体を黒く染め上げます。ブースター類には一度スターブライトシルバーで内面をシルバーに塗り、
純色シアンで青色に色付けします。その後、ブースターの周りや武器パーツにはフレームメタリック1を使ってメタリックに染め上げます。さらに一部マスキングをし、フレームメタリック2を使って塗り分けをします。髪の毛にはミクボディとエメラルドグリーンを混ぜ、髪の毛を塗ります。さらにピュアホワイトを混ぜてハイライトを付け足していきます。そしてさらにここにクリアのトップコートを吹き、よく乾燥させたらアイスコバルトブルーなどを足して陰影を大雑把に塗ります。塗った髪の毛がこんな感じ。影のラインが曖昧になってしまっているので、このキャンドゥで買ってきたメラミンスポンジを使い、塗りすぎてしまった部分をこすり取ります。こすり取った髪の毛がこんな感じ。陰影がはっきりし、最初に塗ったハイライトも出てくるので、とても綺麗に仕上がります。さあ、エアブラシによる塗装は終了。ここからは墨入れや化粧。まずは墨入れブラックで墨入れをしていきます。はみ出てしまった部分はエナメル薄め液で拭き取ります。口元はエナメル塗料のピンクとホワイトを使い、ピンク色に染め上げます。フェイスデカールには別売で売っているエクスキューショナーのフェイスデカールを使います。そして貼る前にマークソフターを少し塗って貼り合わせていきます。装甲類なんかも市販で売っているデカールを貼り合わせます。デカールや口を描いたらチーク。100均で買ってきた化粧品を使い、ほっぺたにチークを描いていきます。化粧が終わったら最後にトップコート。ツヤ消しとクリアを1対1に混ぜ全体に塗ります。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。これが俺なりのちゃんとしたエクスキューショナーだ。いかがだったでしょうか。今回のルブリスとエクスキューショナーのミキシング。失敗したまんま放置していたブライトがなんとかなったので、個人的にはとても良かったです。そしてなんといってもルブリスの可動域が素晴らしかった。足はそのまま使ったので関節などはすごく良く、ダイナミックなポーズが取れました。他の水星の魔女のモビルスーツも期待値爆上がりですね。それでは今日の動画も面白かったよ、楽しかったよ、3年目もやってみせろよって思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、熱いコメント待っているぜ。さて、ここで告知です。こないだブラックマジシャンで使ったこのデカール、
こちらを今度メンバーズシップ限定で公開するようにします。公開する前にまた連絡をするので、ぜひチェックしていてみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またな。